すぐるもん自動車用品の久世です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、バンパーの割れ補修。日産ルークスハイウェイスターターボ、フロントバンパーが割れています。バンパー固定クリップ外します。バンパー固定ビス外します。今回はバンパーの割れ補修します。瞬間接着剤でくっつけました。テープで固定しました。Amazon で購入したプラスチックのリペアキットです。プラスチックの溶接機、4種類のホットステープル、0.8 ミリのフラットタイプ、0.8 ミリの V 型、0.8 ミリの S 型、0.6 ミリの M 型、ニッパーとカッター、プラスチック溶着用の小手先。今回は S 型を使います。溶接機にホットステープルを装着。100V 電源、スイッチ。使い心地を試してみます。軽く押し付けながら3秒間スイッチオン。ホットステープルが貫通してしまいました。軽く押し付けながら2秒間スイッチオン。溶けた部分が冷めて固まるまで待ちます。溶接機を引き抜きます。不要な部分をニッパーでカットします。しっかりくっついています。強度が高そうです。 S 型のホットステープルでバンパーを補修します。スイッチオン。冷めるまで待ってから引き抜きます。手前側があまり溶けていません。溶接機を手前に引きながら押し付けスイッチオン。冷めるまでしばらく待ってから引き抜きます。ホットステープルががっちり食い込んでいます。貫通しないように注意しながら2つ目のステープルを埋め込みます。問題ありません。しっかりくっついています。3つ目、4つ目、不要部分をカットします。スイッチオンで LED が点灯します。冷めるのを待ってから引き抜きます。不要部分をカットします。バンパーの割れくっつけ作業が終わりました。テープを剥がします。1箇所溶かしすぎてステープルが透けて見えます。粗めのサンドペーパーで合わせ面のガサガサを削り落とします。240番の耐水ペーパーで塗装面との段差をなだらかにします。
シリコンオフで脱脂をします。作業場所の気温は約6度、湿度は約 35% です。塗料やパテの密着を高めるバンパープライマーです。寒い時期は使い捨てカイロなどで缶を温めます。よく振ります。黒い部分にバンパープライマーを薄く塗ります。ヒートガンで強制乾燥。樹脂バンパーの傷を埋めるバンパーパテ。パテの取材。気温が低い時はパテの粘度が高いのでヒートガンで温めました。パテの硬化剤。混合割合は1対1。よく混ぜます。パテを盛り付けます。弾力性のあるエポキシパテです。バンパーやスポイラー、ドアミラーの補修に最適です。硬化時間は気温20度で約1時間です。パテを塗ってから1時間以上経ちましたが硬化していません。ヒートガンで強制乾燥しました。きっちり硬化しました。320番の耐水ペーパーでパテの盛り上がっている箇所を研磨して平らにします。白いパテ部分がへこんでいます。バンパープライマーをスプレー。へこみ部分にパテを盛り付け乾かします。320番の耐水ペーパーで研磨します。600番の耐水ペーパーで仕上げ磨きです。バンパープライマーをスプレー。マスク、手袋着用。プラサフ1回目塗ります。ヒートガンで強制乾燥。2回目塗ります。ヒートガンで強制乾燥。3回目塗ります。ヒートガンで強制乾燥。不要部分をラッカーシンナーで拭き取りました。1000番の耐水ペーパーでプラサフのザラザラをツルツルにします。プラサフとゴールド塗装面との段差をなだらかにします。合わせ面が目立ちます。パテ埋めからやり直す必要がありますが、今回はこのままで塗装します。溶着してくっつけた箇所を確認します。問題ありません。シリコンオフで脱脂をします。カラーナンバーの確認。 ZDK クリアベージュ。タッチアップペンの定番品にクリアベージュはありません。特注で作ってもらいました。エアタッチ専用ボトル、今回は使いません。よく振ります。筆がついています。塗料をラッカーシンナーで 2.5 倍に薄めました。タッチアップペンのクリア塗料をラッカーシンナーで2倍に薄めました。模型用のコンプレッサーとエアブラシです。希釈した塗料をカップに入れます。試し拭き。カラー塗装1回目塗ります。2回目塗ります。3回目塗ります。カップに残っている塗料と同じ量のクリアを足します。メタリック塗料のギラつきを抑える効果と境目をぼかす濁り塗装です。
2回目塗ります。ラッカーシンナーで洗浄します。カップにクリア塗料を入れます。クリア塗装1回目、2回目塗ります。3回目塗ります。ツヤツヤになりました。後日やり直しをする予定にしています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。